はい、皆さんこんにちは。今回はヘッドの新しいラジカルの試高へ行ってきましたので、その様子をレポートしていきます。はい、今回のこの動画ではですね、新しいラジカルのプロと MP ですねを実際に打った印象感想についてまとめています。また、この新型がどういったプレイヤー、どういった人に、フィットするのかという点についても考察をしています。で、動画の後半の方では現行モデルですね、グラフィン360ラジカルとの違いについてもまとめています。で、どう変わったのかっていうところ気になっている人多いと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。試高には尾崎里沙プロをはじめ、多数のプロ選手もいらっしゃいました。私どもも発信しているのは唯一ラジカルというヘッドラジカルというキーワード、そして、すでに、私どものですね、契約のプロであったりちょっと関係コーチの一部が、ざわざわとアップしてくれてますけれども、2種類あるというところぐらいまで多分ご存知いただいている。で、今回、打たせていただいたのは、SNS 等で、出ているプロトタイプのラジカルになります。一応機種としては MP と、それよりも重たいプロの2機種になっています。ただ参加者にも、詳細なスペックというのは公開されずに、ほぼブラインドテストという形で、実施されました。スペックが気になっていた人もいるかとは思うんですけれども、これは正式発表をもう少しお待ちいただければと思います。で、貼られていたストリングに関してはヘッドのリンクスツアー 1.25 ですね。で、これを一応46ポンドぐらいで貼っているものになります。以前このストリングを別のラケットで、テストしたことはあるんですけれども、打感は少し柔らかいんですが、それほど弾いてくれない割とハードなストリングだなというイメージがあったので、今回のインプレにも多少そのストリング側の影響もあるということだけあらかじめご理解いただければと思います。ではここからはですね、実際に打ってる映像を見ながら解説していきたいと思います。で、長尾プロとラジカルプロを使ってラリーをしています。で、フレームはかなりしっかりしていて、打った時のダイレクト感ですね、手に伝わる感触がありました。で、弾道としては、そんなに上げるよりも割と低めでフルスイングしていけばちょうどよく収まるなという感じでしたね。で、ただ結構スイートエリアを外してしまうと今みたいに綺麗に飛んでくれない時があるので、楽なラケットではないなという印象です。で、こちらも同じラジカルプロで尾崎里沙プロと、ラリーをしている映像ですね。で、このぐらい大きなスイングができる人であればプロの重みっていうのがそのショットの強さ、球威につながるのかなとは思うんですけれども、楽はできないのかなという気がしますね。やっぱり走らされたりとか、うまく振り切れないときはネットしちゃったりとかっていう感じが多かったのかなと思います。で、スピン性能に関してはそうですね、そこまで引っかかりがすごく強いっていう印象ではなかったですね。ネット上の、1メーター 1.5 メーターぐらいのところを、通すような厚い当たりで打っていくのが、いいラケットなのかなというふうに感じました。で、ラジカルプロに関しては、この重みをパワーに変換できる人であれば非常にしっかり感もあって、使いやすいラケットなんじゃないかなと思います。で、ここからは、もう少し軽い MP の方ですねを使っているラリーになります。で、プロに比べると、MP の方が明らかに弾いてくれる感じっていうのはありました。ただこすってもボールが引っかからなくて、うまくサーブが入らなかったです。はい。で、こっちの方がですね、弾道を上げても収まる感じっていうのはありました。で、僕ぐらいのパワーだったら、MP かなという印象ですね。
で MP の方が明らかにプロよりもボールを弾いて飛ばしてくれるっていう感じがあるので、いろいろやりやすいのかなというふうに感じました。振りやすさとそのパワーの相乗効果で弾道を上げたりとかで、その分スピンもかけやすいかなという印象がありました。ただサーブが、この日あんまりうまく入らなかったです。こするとちょっと変なところになっちゃう感じでしたね。で MP はやっぱりオールラウンドなラジカルっていうイメージに近いかなという気がしますね。打ってもしっかりパワー出てくれますし、逆にアングルを狙ったりとかっていうのもできるかなという感じでした。ただやっぱり MP であっても今ぐらいの弾道で打ち込むやつの方が良さが出てくるかなという印象もありました。はい、ではここからはですね、今回のインプレッションのまとめをしていきたいと思います。まずはベースのモデルとなっている MP の方からですね。で MP に関しては、フレーム自体の弾きっていうのがあるので、その弾きでボールを飛ばしてくれる感触がありました。で打球感としては割とかっちりしていて、無駄な食いつきとかっていうのはあまり感じませんでした。で操作性はいいので、スペックはわからないんですけれども、決してハードではないんじゃないかなと思います。で振りやすい分弾道を上げたりっていう操作もしやすかったです。でこのラジカル MP であれば、コンパクトなスイングから速いボール打ちたい人、速いテンポでラリーしたい人っていうのにはすごくフィットするんじゃないかなというふうに感じました。でもちろんプロよりも、操作がしやすいので、女性や、中級ぐらいの人にとってもこちらの MP の方がメリットが大きいんじゃないかなと思います。で打つ球種としては、ヘビースピンよりも、フラットドライブで厚い当たりで打っていって相手を崩すっていう人の方が相性がいいと思います。で取り回しがいいので、ボレーとかも、問題なくできますので、いろいろなショットを組み合わせて相手に勝っていくんだっていう人には、このいろいろできるラジカル MP すごくいいんじゃないかなと思います。次にラジカルプロのインプレのまとめですね。でラジカルプロになると、そのボールを飛ばすのは重み、弾きではなく重みがそのパワーの源になっているという印象がありました。で、熱い当たりで、打っていかないとちょっと失速しやすいかなと思います。ただこれはそのストリングとの相性であったりとか、打っている人とのその相性っていう部分もかなりあるとは思うんですけれども、傾向としてはやっぱり熱い方がより良さを感じられるかなと思います。で、MP よりも弾く感じっていうのはかなり少なくて、でフレーム自体ももしかしたらもう少ししなやかに作られてるんじゃないかなという気がします。 MP が操作性を生かしていろいろやりやすいラケットっていうのに対して、こちらのラジカルプロっていうのは、ストロークの攻撃力を主軸にして相手を崩していくっていうスタイルにフィットしやすいラケットだなというふうに感じました。でこのラジカルプロおすすめしたいのは、スイングが大きな人、パワーのある人ですねの方が、良さを感じられると思います。で特にガシガシストロークを打っていって相手を追い詰めていきたいんだっていう人には、この重みっていうのがショットにプラスに作用するかなと思います。で打った感触が、割と薄ラケにも似た感じがあるので、すごい柔らかいとかっていうわけではないんですけれども、薄ラケユーザーにもいいんじゃないかなというふうに思いました。で、重みとかの部分を考えると、女性プレイヤーよりは男性プレイヤーで力のある人向けかなというふうに思います。僕個人の話で言うと断然 MP の方が好きでした。プロだと
ちょっとでも油断するとボールがネットしてしまったり、逆に弾道を上げてもスピンかけきらずにアウトしてしまったりっていうところでちょっと難しさを感じたので、 MP の方が素直にボールをコントロールしやすく感じました。ただ一緒に行ってた人もプロと MP でかなり感想が分かれたので、そうですね、この2つのモデルの差っていうのは結構あるのかなというふうに感じました。ここからはですね、新旧比較をしていきたいと思います。現状販売されているグラフィン360ラジカルとの違いが気になっている方多いと思いますので、現状で言える範囲で、新しいものとの違いっていうのをまとめていこうと思います。僕が感じた現行モデルとの違いはこちらの3点になります。最初1つ目は打感がよりかっちりして弾く方向に変化したということで、2つ目はグロメットなどの樹脂パーツですねの形状が大きく変わっているという点で、最後にちょっと確信はないんですけれども、多分金型モールドも変わってるんじゃないかなというところ、この3つになりますので順に説明をしていきます。でまず1つ目ですね、打感がよりかっちり弾く方向に変わったという点になりますね。で旧型って割と旧型というか今売ってるグラフィン360は割としっかりホールドしてくれる感じが強い印象があったんですけれども、それに比べるとホールド感っていうのはかなり抑えめになっていて、でフレームのそのしっかり感によって弾きが出る、でスピードが出しやすいっていうのが新型の特徴になるのかなと思います。ストリングのセッティングとかでだいぶ変わるとは思うんですけれども、フレームの傾向としてはもしかしたら硬くなってる、しっかりさせてるんじゃないかなという印象を受けました。で1つ目の打感の違いにもつながる部分かもしれないんですけれども、採用されているグロメットの形状というのが大きく変わっています。この写真のようにですね、もともと割とシンプルな構造だったグロメットなんですけれども、新型ではよりボリュームがあるって言ったらいいんですかね、しっかりした樹脂パーツへと変更されていて、でこれが多分打感の変化っていうところにかなり大きく影響してるんじゃないかなというふうに感じます。で多分空気抵抗も減るんじゃないかなと思いますね。でこのヨーク部分のところもですね、今までは山なりにこんもりしてた形状だったんですけれども、新しいやつは外からちょっと見づらいフラットなタイプですね、中に収まるようなタイプの形状に変わっています。でエクストリームツアーとかと同じような形状というふうに考えてもらえればいいかなと思うんですが、多分これも打感のそのダイレクト感とかに貢献している部分かなと思います。はい、で最後3つ目の部分なんですけれども、モールド金型ですねが、もしかしたらこれは新しくなってるかもしれないなという印象がありました。で写真だとちょっと分かりづらいんですけれども、新しいタイプラジカルプロトタイプの方が若干横幅があって丸みを帯びたフェイスになっています。でグロメットも変わってるので、多分新しい金型で作ってるんじゃないかなと思うんですけれども、貼ってるストリングとかの違いでもしかしたら多少その比率、縦横の比率が変化してる部分もあるかもしれないので断言はできないんですけれども、今回新しいモデルで、そのフレームの形状というか金型も新しくなってるんじゃないかなというのが僕の予想です。これも公式の発表が多分来年ぐらいにはあるんじゃないかなと思うので、そこまで、楽しみに待っといてもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で一応ですね、今回のインプレとしては以上になるんですけれども、なんとですね、シダ会でそのままデモラケットっていうのを今後も借りられるというサプライズ特典がありまして、今ですね、カスタム含めて、いろんなストリングのセッティングなどを試しています。ですので今回はファーストインプレッションというところにさせていただきまして、今後ですねまた別のセッテ
ティングでのインプレッションですね、このセッティングが良かったとか、逆にこのセッティングだとちょっとうまくいかなかったっていうところの内容を盛り込んだ動画っていうのを今後、アップする予定ですので、次回以降の動画も楽しみにしていただければと思います。今回のこのラジカルの、特に MP ですねに関しては詳細なインプレをブログの記事の方にもまとめていますので、気になっている方はぜひ概要欄の URL からチェックをしていただければと思います。今後もまたこのラジカルですね、新しい動画アップしていきますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。それではまた次回。